皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日の多肉ごとはこの紅ちごです。夏の暑さでところどころ葉が枯れているところがありますが、今日は仕立て直しついでに紅ちごのかわいい花が春にたくさん見れるように増やす作業も一緒にしていこうと思います。この紅ちごの株は春に咲いた花がそのまま花柄となって残っていました。枯れてしまっている枝部分と一緒にこの花柄もカットしておきます。この紅ちごは火祭りと同じクラッスラです。火祭り同様に冬は真っ赤に紅葉して可愛くなる多肉です。夏の暑さにも強い多肉なんですが、さすがに今年の夏は暑すぎたようです。枯れている枝が目立っていますね。ちなみにこれは春花が咲いている時の写真です。冬はビニールハウス内で育てていたため紅葉はあまりしていませんが、可愛い花がたくさん咲いてくれています。今から増やす作業をしていきます。先ほどカットした紅ちごです。この時期は茎も伸びているため下葉を取ることなくそのまま土に挿していますが、葉が密集している時など土に挿しにくい場合は下葉を少し取り除いてから土に挿していきます。このポットにはもともと紅ちごが植わっていましたが、徒長していたため伸びている部分はすべてカットしてポットの空いているスペースにカットした紅ちごを挿しているところです。少々気になるところはありますが、とりあえずこんな風にこの紅ちごの仕立て直しは完了です。次はこの100均のスクエア鉢の横に飛び出ている枝をカットしていきます。この紅ちごは徒長していないためカットしなくてもよかったんですが、ちょっと横に茂りすぎていたので横に飛び出ている部分をカットしてすっきりさせようと思いました。というのもこの紅ちごさん、葉がポロッと取れやすく、そのポロッと落ちた葉がまたよその鉢で増えているなんてことが多々あるんです。多肉棚の上の方に置いておいたりするとそれこそ大変。風で揺さぶられて葉が落ちて、その葉があちこちで芽を出していたりするとそれこそ紅ちごだらけになってしまいます。これぐらいカットできればすっきりしたかな。そして意外とカットした紅ちごが多かったためもう一鉢増やすことにしました。この紅ちごも意外と水が好きな多肉なので花と野菜の土を使おうと思ったんですが、今ちょうど切らしていたため今回はいつも使っている鹿沼土に花と野菜の土をブレンドしたものがストックしてあったのでそちらを使用しています。カットした苗にも枯れ葉がたくさんついていたためしっかり取り除いて、茎は長いままカットせずに葉の付け根部分までしっかり土に挿していきます。多肉全般に言えることなんですが、こんな風に緑になっている葉を挿した方が早く増えてくれるんです。
もちろん春にもカットして増やすことはできますが、春だとまだ紅葉が残っていて葉が赤い場合があります。そんな赤い葉をカットして植え付けても成長が遅いので、ここは夏の間に紅葉が冷めて葉が青くなってからカットして増やした方が断然成長が早いのでおすすめです。今のうちに紅いちごをたくさんカットしてたくさん増やしてみてくださいね。この鉢にも紅いちごを植えれるだけたくさん植え付けておこうと思います。この時期の紅いちごは茎が長く伸びているため結構土にも刺しやすいんですが、それでも長すぎるなと思ったらカットして刺してくださいね。ちなみに私は茎が長い方が土に刺した時に苗が安定するため茎の長いまま土に刺しています。決してああしなきゃいけない、こうしなきゃダメなんてことはなく、自分の思うように好きなように育てられるのが多肉植物です。まだまだ暑い日が続いていますが、無理をせずに皆さんも多肉ごとを楽しんでくださいね。そうそう、最近ではナチュラルライフの方の畑もなかなかアップできないでいるんですが、先日種をまいた大根も10センチほど成長したところで、なんと虫にやられてしまいました。これはショックでした。今年初めて大根を育てて、その自分で育てた大根で漬物を漬けるのを楽しみにしていたんですが、もう一度種をまき直して一からやり直しです。秋の1日は春の7日というほど成長に差が出てくるため、これは早めに大根の種のまき直しをしないとということで、今日の夕方ちょっと大根の種まきでも行ってみようかな。その時に畑に植えている多肉の様子も見てこようと思っています。なんせこの暑い中、畑での撮影はちょっと熱中症になってしまったため控えていました。しかも日が暮れるのもだいぶ早くなってきたため、多肉ごとと畑仕事の両立も大変で、毎日どちらを優先するかあたふたしています。野菜は無農薬で育てているため、虫対策といっても何をしていいやら、防虫ネットを張ろうと思っていたんですが、この暑さでは防虫ネットを張る元気もなくて、そのままにしていたのが今回虫にやられてしまった原因なんですが、リスナーさんの中に大根を無農薬で育てている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントでアドバイスをよろしくお願いします。一応大根と白菜にはニームオイルをスプレーしていますが、白菜には効果がありましたが、残念ながら大根には効果がありませんでした。はい、ということで今日の動画は紅いちごの仕立て直しついでに増やす作業も一緒にしていきました。いかがだったでしょうか。ちなみに紅いちごはこの取れてしまった小さな葉からもたくさん芽が出るので、少し面倒ではありますが、拾って葉ざしに使うのをおすすめします。こんなに小さな葉ですが、葉ざし率は意外と良くて、あっという間に増えてくれます。カットして
土に刺したこの紅いちごの成長も楽しみです。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。